ジャイブを安定して回すためには、回し切るためには、要はストラップのレイアウト、これは自分の重心を決めるのにかなり大事な部分です。で、よく浜で見受けられるセッティングなんですけども、前足のストラップを極端に後ろにセットされている方とか、セットされたストラップに対してストラップのこの幅が極端に短い人がいます。で、これは直進性を良くするためにセッティングされているとは思うんですけども、実はこのセッティングっていうのはジャイブするのにかなり悪い作用を起こします。で、要はジャイブの時のその自分自身の重心が後ろに来てしまっている状態っていうのは、板を水面にこうかませる時に、要は後ろに乗りすぎてしまうんですよね。で、これをいかに長いラインをかませるか、長いレールをかませるかによって安定したドライブターン、カービングですよね、カービングができるようになります。例えば長くなるほどその安定したグリップがやれますから、その分安定した状態でターンをできます。で、そのためにストラップの位置はジャイブだけを考えれば前にあればあるほど有効です。そしてジャイブの時に前足入れられた状態っていうのは、そのつま先が十分中に入っている状態でないと、ジャイブの時に重心を自分の体自身の重心を前に持ってた時にかかとが抜けてしまいますよね。自分の足が抜けてしまいます。自分の足がこうかかとの部分が上に上がる十分なスペースがある状態でないと難しいです。上がった時に足が抜けてしまわないような状態にしないと難しいですね。で、実際ストラップのレイアウト、回転性だけを考えれば前にすればいいっていうふうに言いましたけども、そのトータルの部分で考えるとすると、やはり直進のスピードを出すためには後ろ足のセッティングの部分も大事になってきます。そうすると後ろ足の部分が決まってくると前足の部分もやはり決まってくるには決まってくるんですけども、自分のその一番安定するスタンスっていうのがありますよね、各自。背の高い人でしたらスタンス広く取れるかもしれないですけど、低い人はちょっとスタンス狭くなるかもしれませんが、その全体の部分で考えるとやはり同じようなセッティングになってきます。ターン性能を追求するのと、あと直進性能を追求する、あとラフ海面とか強風でのコントロール性を考えると、大体誰も同じようなストラップ幅になるとは思います。これが、ストラップのレイアウトのその基本的な考えです。ジャイブとかですね、あといろいろまっすぐ走る分にはある程度レースセールは優れてるかもしれません。あとレース用のボードも確かにまっすぐ走る分には優れてるかもしれません。ですけど気持ちよくターンする、気持ちよくカービングしてコントロールできる板っていうのはレースボードには限りません。レースボードだけとは言えません。で、これはもっとレース用のボードじゃなくて、もっと楽にカービングできる遠心力を使った切れるようなターンができるボードはもっと数多くあります。で、レース用のボードで値段が高くて、で高いセールでカムがいっぱいあってバテンがいっぱいあってっていうセールが一番ではありません。で、例えば求めるものが違ってくる場合、もっと楽にウィンドサーフィンしたい、
別にスピードじゃなくてもっと自分が楽にコントロールしたいっていう場合なんかには逆にレース用のエクイプメントは当てはまってはきません。でそうした場合なんかには2カムのセールが良かったりとか3カムのセールが良かったりとか、そういうような決して重くないなおかつセッティングが簡単でセールのそのコンディションの幅なんかでも広く使えるっていうエクイプメントの方がよりその目的に対しては合ってきたりなんかもします。でそういうセールというのはまたはそういうような、ちょっとレース用のボードとは軽さを求めてないとか、あとその硬さとかそういうようなデザインの部分、デザインじゃなくてその外皮の部分とかそういう部分を求めて作られてないようなボードの場合なんかは値段の部分なんかでもかなりコストが低く抑えられています。ですからそのストレスが全くレース用のエキュプメントを使うのと全くそのストレスが違ってきますよね。これは価格の部分でそうなんですけども、もっと安いコストでもっと広くウィンサーフィン楽しめると思います。そうすれば例えばもう少し今までウィンサーフィン使っていたお金でもうちょっとセールの枚数が増えたりとか、あともうちょっとおしゃれな格好ができたりとか、または美味しいものを食べれたりとか、あと長くウィンサーフィン楽しめるような状態になると思います。あと旅行に行くにしてみてもやはり今回奄美大島でこのような撮影をさせていただいたんですけども、ここの奄美大島なんかはすごく海がきれいでサンゴ礁もまだすごくきれいな状態で残ってますし、風も今の時期その前線に向かって吹く風がありますし、あと食べ物もうまいです。で地元の人もすごく面倒よく僕らを受け入れてくれていましたし、すごくいい島です。でこのようなトリップをするにしてみてもやはりウィンサーフィンを別に高いものが全てじゃないわけですから、もう少し肩肘張らずに2カム3カムとか、あとレース用のボードじゃなくてもそういうようなボードでも十分楽しめるわけですから、そういうボードでボードケース2ピースのボードケース1つにセール2枚3枚押し込んでトリップするのも楽しいと思います。やはりいろいろな場所でいろんないいロケーションでまたはいい人たちと話をしたりとか、そういうような新しい出会いがあるともっと深くウィンサーフィン楽しめると思います。人々に出会うとか、あと新しいそういうロケーションに出会うとか、そういう部分でウィンサーフィンを通じてもっと奥深く楽しむことはできると思いますね。僕自身いろいろな場所に行きますけども、例えばマウイとかコロンビア工事、あとカナダとか、そこに行くことによっていろんな友達ができたりとか、あといろいろな食べ物とかいろんな景色とかいろんなコンディションとか、また新しい世界を体験することができますから、やはり何か目的がないとそういうような
トリップにはなかなか行けることじゃないですから、ウィンドサーフィンをしに行こうっていう部分を頭に置いて、そういうようなトリップができればすごく楽しいですよ。まあその中には飛行機乗るときにオーバーチャージとかそういう部分のその冒険せざるを得ないしざるを得ないような部分もありますけど、まあそれはそれでまたいい経験になると思いますし、何よりも自分のホームゲームでじゃない新しい景色の中でウィンドサーフィンできるっていうのはすごく気持ちのいいことですよね。